モ活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士新 SD 戦国伝超機動大将軍編武者ボルト1995年発売のキット。今回は塗装パートその1、前回の無塗装で組み立てたパーツをフリーハンド筆塗り軽装形態編です。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはパレホのモデルカラーでライトフレッシュ。かなり白に近いフレッシュカラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。マットな塗膜が表面に作れるので、色分けの色のりが良くなるのと、塗る箇所の目印になるので作業がしやすくなります。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約50分でした。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。色分け最初は金色です。下出るカラーのベース、レトリビューターアーマーです。胴体、頭部に顔料を含んで隠蔽力強めの金。極力均一なペイントができるように、下出るカラーテクニカルのラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って塗りました。筆で塗りに行って引っかいてしまうと色ムラになりやすいので、毛の先端で叩くようなイメージで色をのせました。赤です。フェイス、腕部、脚部に色分け箇所はそこそこ広く、ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー。適度な粘性で扱いやすく、下地も効いて一発で色が乗っていきました。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。党派5人衆の一人で、デザインベースはボルトガンダムです。怪力無双にして博識で見聞を広めるため各地を渡り歩いていました。怪我をしたところをビクトリー大将軍に救われ、その後御前試合で優勝したことで武者の称号を授かります。ゲームカラーのシルバーです。胴体と脚部にさすがの銀の発色の良さです。下地も装甲してスイスイ色が乗りました。超機動大将軍編は SD 戦国伝シリーズでは7作目。モデルカラーのダークグレイ、フェイスの墨入れに使ったのと腕部などの色分け箇所に。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、フィギュア、プラモデルの塗装などに応用できます。次はグレーの色違いで明るい塗料。モデルカラーのライトグレーを水で溶いて頭部、腕部、脚部に流し入れ墨入れしました。次にゲームカラーのヘクスドライケン。濃いめの紫でボディのはみ出し箇所などを補修しました。塗料は水性アクリルのパレホを基本に下出るカラーを要所で使ってペイントしました。オール筆塗りで色付けをしていきました。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。まずは軽装形態を組み立てます。脚部、腕部を左右順に取り付けていきます。超機動大将軍編でのキットの特徴としては、スプリングギミックの廃止。毎回キットには特殊素材が使用。リアル武者の定番化が挙げられます。頭部をジョイントして完成です。フロントビューからリアビューがこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー146武者ボルト塗装パートその1
軽装形態編。次回は武者形態とスーパーモードを完成します。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。